グリフィスはガッツをすでに唯一の友人として受け入れていました。プロムローズ間での出来事はガッツのことを思い浮かべているのです。この瞬間も自分のために暗躍してくれているガッツを頼もしく思っているとしたら辻褄が合います。グリフィスはみんなの意欲を高く保つためにも現実的な闇の部分は自らが一身に背負っていました。頼りにされる中で初めて頼りにできる存在、自分の黒い部分を見せれない辛さは嘘をつき続けるようなものです。それを初めて見せれる存在、恋人のような気持ちを持っていたとの考察もありますが、僕はそうではないと思います。常に研ぎ澄ましてなければならなかったグリフィスの唯一の安らぎ、唯一の相談相手であり、初めての自分と対等の存在、すべてを手に入れてきた男が唯一渇望し、そして手に入れられなかった男、それがグリフィスにとって王になる夢も所詮は他よりはマシな程度の望みでした。要は第一希望の就職先が見つからず、仕方なくまだマシな方の会社に就職したようなものです。しかしガッツと共に手に入れる夢は、その仕方のない夢の中で見つけた本当に渇望する夢。会社で仕方なく働き、とりあえず出世を目指して働いていたら、本当にやりたいことが見つかったようなものです。とはいえ今までの夢にその一番望みの人材も加わってくれるなら一石二鳥。何せグリフィスの夢はすでに多くの人が死にすぎた。簡単には投げ出せないわけです。だからそばにいてほしかった。夢を選んだだけのはずが、いつしか責任を背負いすぎた。そんなプレッシャーをお前だけは忘れさせてくれた。暗闇の中、気を紛らわすこともできない空間では、ガッツのことだけが頭に浮かぶ。グリフィスはガッツに9つの思いを浮かばせていました。憎悪、友愛、嫉妬、虚しさ、悔しさ、愛おしさ、悲しみ、切なさ、飢餓感。これらはグリフィスのガッツへの思いの強いものから順に溢れていると考察できます。友達のガッツ、何も恐れない、諦めない強さが妬ましい。そんな風に思い焦がれている自分が虚しい。これからも一緒だと思っていたのに悔しい。でもあいつと笑い合った日々が愛おしい。もうそんな日々も過ごせないのが悲しい。失ったことを実感させられて切ない。空いた心の隙間を埋めたい飢餓感。そしてこれらすべてを上回るのが、俺から去っていったお前への憎悪というわけです。これらが一筋の光もない闇の中、約束の時に渇望するようにゆっくりと醸成されていったのです。グリフィスはゴッドハンドになり、人の感情を失い、これらの気持ちを失いました。だから食直前まで落下するガッツを支えようとするほどまだ思いがあったのに、転生後はいきなりキャスカを犯せたのです。あの時点では完全なるゴッドハンドでした。しかし今のグリフィスは2人の子を宿しています。溶け合った2人の子供が
グリフィスの断ち切った愛を再構築したのです。これにより転生直後の非人道的なグリフィスとは少し違うものになりました。ドクロの騎士による救出劇、手の照準を合わせても潰さなかった理由は、おそらく転生直後で感情はなくしてもガッツを持っていた記憶はあったからではないでしょうか。昔仲良かった人と絶交したからといっていきなりこの手で握りつぶすのは、人であった頃の記憶が許さなかったのでしょう。でもその直前に高野段をあんなに無残に殺してるじゃんという反応はもっともですが、捧げるの気持ちを表明したのみです。自ら高野段を一人一人引き裂くことが転生条件なら変わっていたかもしれません。しかし受肉後はキャスカを守ったり、ガッツに会いに行ってお前のことは吹っ切れたと宣言したそばから凍てついた血を突っ切って心ときめく始末。明らかに二人に対する思いと動きは柔らかくなっています。22巻195話ですでにキャスカを連れ去ることができたグリフィスは、わざわざ妖精狂変までそれを実行することはありませんでした。いろいろな説は浮かびますが、グリフィスの気持ちに集中して考察するなら、ガッツが自分を吹っ切り始めたと気づき、キャスカを奪い取ることで再度自分をガッツに印象づける狙いがあったと考えられます。つまり国を手に入れやりたいこともできるようになった。おまけに未来予知、不死身の肉体、念力、空間操作まで手に入れてもなおガッツに自分を見ててほしいのでしょう。もはや因果率で操作されているかのごとく、グリフィスはガッツへの気持ちを未だ持ち続けているのです。それがこの問いの答えなのかな、そう感じます。